はい、どうもです。今日はですね、下田漁港さんからですね、お仕事いただきまして、慶和丸の渡辺さんと一緒に岩牡蠣を取らせていただけるということでですね、早速ね、行ってこようかなと思っております。ということで、よろしくお願いします。行きますか。はい、お願いします。今日は素潜り漁に同行させてもらえることに、あいにく海は大荒れですが、果たしてどんな魚が待っているのか。ポイントに到着。早速潜っていきましょう。実は昼の1時半までしかアワビとサザエが取れないんで、本当は翌日の朝潜る予定だったんですけど、もう海が荒れてて今しかないってなって潜ってるんで、申し訳ないんですけど、今回見るだけです。渡辺さんが何か見つけたみたいですね。めっちゃ期待してるんで目を凝らしてみてください。こちらがサザエです。ここだけで3匹もいるんですよ。で、他にもたくさん生物がいて、やっぱ全然いつもと違うんで面白いですね。で、こちらがウツボ。これはね、メバルです。で、こちらはイサキタカノハダイおじさんですね。で、今回は特別に岩牡蠣をね、取らせてもらえることになったんですよ。これボコボコしてるやつ全部岩牡蠣です。やばくないですか？言い過ぎて気持ち悪いですよねということで渡辺さんにお手本を見せてもらうことに。取り方としてはもうトンカチで叩き落とすだけみたいですね。はい、パワープレイです。取れましたね。これ絶対うまいっすね。じゃあ行きまーす。早速マサルも挑戦しています。意外と硬いんですよこれ。あ、取れましたね。取れた。これちっちゃいのかな。簡単に取れますね。こんないるんですね、岩牡蠣って。すごっ。何個取れるかチャレンジしてこようかな、一息で。ということで1回の潜りで何個取れるかチャレンジです。ちなみにここは水深 30m ぐらいあるらしくて、物落としたらまず取り行けないです。さて1個目。2個目。3個目。このぐらいで持つのがちょっと辛くなってきました。さてまだまだいきます。4個目。そしてもう一ついきましょう。5個目です。もうこれ以上持ちきれないんで浮上しました。おお、欲張り。さてこれだけ取れれば十分でしょう。上がることにしました。はい、ということで戻ってきたんですけども、さっき取れた岩牡蠣をですね剥いてくださるということで、ちょっと剥いてもらって今からね取れたてを食べようかなと思っております。お願いしてもいいですか？はい。うわー、絶対美味しいっすよこれ。だいぶ硬そうですね。でかっ。これはでかい。やばくないこれ。めちゃめちゃでかいぞ。すごいですね。貝柱のところを、はい、ここが貝柱がこの裏を外して、あ、ここに貝柱があるんですね。そうでプランうわ、めちゃめちゃ大きくないですか？一番ワイルドな食い方。めちゃめちゃ濃厚ですね。すごいな。クリームチーズみたいな。すごっ、濃厚だ。今回は渡辺さんの事務所を借りさせていただけることに。あ、そうですか。はい、こちらになります。ここですね。はい、じゃあすみません、こちらです、どうぞ。はい、ということで戻ってまいりました。ここって1時半までしかアワビサザエの漁ができなくて、岩牡蠣を、今回特別に取らさせてもらったんですけども、前日に実はアワビとサザエをね用意していただいてたんで、今回それをね料理していこうかなと思います。いや、ありがとうございます。
ということで早速観察していきましょう。はい、こちらが黒アワビで、こっちも黒アワビなんですもんね。そうです。両方黒アワビ、意外と見た目がね同じアワビでも違うんですね。でこれがサザエですね。結構でかくないですか、サザエにしては。これが通常サイズで、マジっすか、はいだいぶでかいです、サザエにしては。蓋がペットボトルの蓋より小さいと、はい取っちゃダメみたいな。いやもうめちゃめちゃペットボトルの2人でかいじゃないですかでかっ、まあ、拳サイズです言われるやつです。これでもまだ普通真ん中ぐらい。へえ。下田のサザエはなんかトゲトゲしててかっこいいですね。流れがあるところがこう負けないみたいな。ああそうなんですね。流れがあるところはこのトゲがあるんですね。四国の方とかははい静かだから丸くなって、台湾サザエって呼ぶ。へえ。僕山口出身だったんでこんなトゲトゲしてるサザエ見たことないです。長崎とかあっちは丸いような感じのサザエが多い。アワビもうめっちゃ動くんだよな。うわすごいな。これ海外の人はどういう目で見てるんだろうアワビ。これが貝柱、これが肝。これね身なんですよ。肝醤油で。あ、気持ちいいですね。貝柱がやっぱうまいんですか。貝柱も柔らかいですね。で裏側はこんな感じですね。何回かここにアワビいるよって言われて見せてもらったんですけど、どこにいるか全然わかんないですね、正直。本当にね岩と同化してます。違い放流したんだけど、はいはいはいこれが元々のサイズ。あ、なるほど。でこっから1年2年3年っていうふうにでかくなってって、これで4年もの5年ものぐらいかな。何年ぐらい生きるんですか。アワビに聞いてる。アワビに聞いてる。アワビ生きないけど、うんそうですね。違いってなんか青っぽいですもんね。そうそうそう。なんかここだけ色が違うんですね。マジでアワビ10年ぶりぐらいに食べます。マジで？はい全然食べてないっすもん。アワビ？は取れない。いやいないっすね。海藻もないような感じ。海藻食べるからやっぱ海藻があるところいやそうですよね。あっちはやっぱいないんで楽しみっすね。もう堪能してください。皆さんご存知だと思いますけど、これめちゃめちゃ高級ですからね。で今日はですねアワビとサザエ両方ともね刺身にして食べようかなと思っております。ということで早速やっていきましょうか。ちょっとアワビのねさばき方を教えてもらったんですけど、なんかねこっち側がなんか岩とかに張り付いてたんで汚いらしいんですよ。汚いらしいんでここをねまず洗うらしいです。洗っていきましょう。この黒みが取れるぐらいで。でも白アワビ出しちゃいましたね。こんな感じです。あすげえめっちゃ白い取れる。うわめっちゃ白くなる。これ本当に汚れなんですか。これです。黒いぬめりとかも。すげえ真っ白や。想像の3倍ぐらい白くなってますね。うわぬめり出てきましたね。結構ぬめりあるんですかねアワビって。結構ある。これまだ甘いですか。あ、もう大丈夫。こんなもんでいいですか。うわめっちゃ白くなった。めっちゃ硬くなったんですよ。でここに貝柱がうわ硬くなっちゃったな。貝柱がついてるらしいんでこれをね外していきます。怪我しないように。危ないですか。危ない。ちゃんと押さえてクックってやって。あ外れた気がする。そう。おビラビラを。うわーすげえ意外と簡単に外せるんですね。貝柱さえ外しちゃえば、はいあとはもうここはもうついてるだけだから。めっちゃ綺麗ですねこれ。さらに使えますね。磨く人も装飾品にする人もいる。へえ。この穴をボンドとかで留めて、キー入れとかに、キー入れ。鍵入れ、ああおしゃれな。でこれ内臓を外していきます。手でいけんのかな。うわ破けちゃった。ちょっとね手切っちゃったんで今人差し指が使えないんですよ。お取れました。ぬめぬめやな。これ後でまたサザエと一緒に塩もみしていきます。でこの肝は醤油に溶いて肝醤油にできるんですって。これもねちょっとやってみましょう。じゃあ次サザエいきましょう。これも夜光貝向いてるんで何回か同じだと思います。貝柱が下くっついてるんでこう手で外して、左手やりづれ。はい剥けましたね。じゃあ2個目。本当に夜光貝と一緒ですねこれは。味はどんな感じなんですか、夜光貝はなんかちょっと独特の香りがありますね。貝柱以外は硬くて刺身では食えないですね。そうですね焼きですね基本。美味しいですね。貝柱は美味しいですけど、ただだいぶ癖のある香りなんで好き嫌いだいぶ分かれますね。島のおじいら。島のおじは大好きですよ。昼間はいないの？いや昼間もいるんですけど、昼間は大体岩の中に隠れちゃってるんですね。そんなやっぱ動くんだ。動きますねあいつら。時々岩の外に出てる夜光貝もいますけど基本は出てないですね。なんか昼間はいても見分けられないんですよね。なかなか遠くから見ると。できました。サザエの内臓って刺身で食べれるもんなんですか。ボイルして、さすがにそうですよね。これ内臓を取っています
めちゃめちゃ汚いですよこのカメラ。ブダイの内臓ついてる。もうめちゃめちゃついてますよこのカメラ。過去最大級に臭いのはワニの胃袋ですね。そうそれ見たんだ。あれより臭いものはまだ出会ったことないですうちの親父がこれどうしたのっつってはい、そしたらですね、これ蓋外していきます。手で外れないな。包丁でいきましょう。よし。で、ここ顔があるんで、くちばしを取っていきます。よいしょ。ここがね、食感悪いんですよね、やっぱ。OK。はい、それではですね、剥き終わったんで、これを塩もみしていくんですけど、やっぱ貝って、ほら、血が青いんですよ。人間とかはヘモグロビンっていう赤い成分がね、血に含まれてるんですけど、貝はね、ヘモシアニンっていうのが含まれてるんで青いんですね。で、これ、アワビの肝なんですけど、これがね、叩いて、肝状にできるらしいんで、これ叩きます。こんぐらい使っていきましょう。これうまいのかな。味の予想が全くできん。貝の肝を生で食べたことがないもん。うわー、すげえな、これ。オッケー。うわー、どうなんだろう。うまいのかな。美味しそうには見えないよね。ちょっと僕手切っちゃったんで塩もみだけしてもらってもいいですか。はい、わかりまありがとうございます。す。あんまり長時間やるとこうはい塩が入って塩辛くなっちゃうかああ、なるほど。ら、もうささーっと軽く。手際が重要ですね。結構貝類ってぬめりがすごいかすごいっすよね。ら、こんな感じで貝自体も締まるし、あ、そうなんですね。うわ、ぬめりやばいっすね。ズルズルです。まあ、汚れ落としにもなるかへな。これで洗っていきます。これで匂いが落ちるみたいな感じなんですか。匂いっていうか汚れだね、完全に。汚れなんですね。匂いはそんなに。もともとないんですね。もともとここを切るときに刺身するとここが苦いから、へえ。このビラビラを外して。白いところだけが美味しいって感じなんですね。そうで、これであとは刺身にしていきます。そしたら水気を取って刺身にしていきましょうか。贅沢やな、アワビ食えるなんて。でも本当に高い系の魚介類全然食べたことがなくて、アワビ久しぶりですよ。本当に親に買ってもらった以来。薄く切っていきますね、こうやって。ちょっとこれ食べやすいのかどうか俺一口味見してみようかな。もうちょいちっちゃく切った方がいい気がする。つまみます。美味しいんだけど硬いわ。もうちょっとちっちゃく切った方がいい。わあ、味濃っ。めちゃめちゃ味濃いよこれ。なるべく薄く切った方が良さそうだこれは。いいね、こんぐらいの薄さが多分美味しいと思う。キノコみたいだな。じゃあ贅沢盛りにしましょう。死ぬほど盛ります。はみ出した。アワビのなだれ盛りですね、これは。とんでもねえ。うわー、すげえ。じゃあサザエ切りますか。で、サザエのこのビラビラの部分がどうやら苦いらしいんで、これ切ります。これ切るの難しいな。で、これも切っていきましょう。夜光貝もね、貝柱が一番うまいんで、おそらくね、サザエもこれ貝柱が一番美味しいんじゃないのかなと思ってます。うわ、すげえ。最高やなこれ。で、サザエの足の方は、これはアワビのなだれの中に紛れ込ませましょう。アワビのなだれって意味わかんないで、今なんか自分で言ってて思ったけど、もうなだれですからね、あんだけあると。さて、なだれにぶち込んでいきましょう。やば、完成です。頭悪いなこれ。だいぶ頭悪いですねこれ。男の夢が詰まってますこれ。はい、ということでもう一品実はあります。渡辺さんがね、岩牡蠣をめちゃめちゃ剥いてくれてます。やばいなこれ。これをフライにする準備まで今してもらってるんで、これをフライにしていきましょう。で、まず油をね、温めていきましょうね。油多い方がありやすいですからね。全部が浸かるんで。レモンもあった方がいいよね、やっぱり。牡蠣とレモン絶対合うもんな。オッケー。失敗する気しかしない。ブリブリやぞ。しっかりね、包み込んであげましょう。いきます。いや、早くないわ。うん、まあまあまあ。すげえなこれ。めっちゃいい匂いしてる。牡蠣はなんかノロウイルスに当たる可能性があるんで、中までしっかり火を通すべきではあるんですけども、あんま火通しすぎると美味しくないんで、もうあげましょう。
やっぱ味を取るか食中毒を取るかって言われたらそらもう味を取るでしょ。やばい。うわー、かきポン酢ちょっと切ってもいいですか僕。あ、うん、そうだよね。これでかすぎるでちょっと一口だとつまんじゃいますわ。めちゃめちゃうまいわこれ。超濃厚。確かにこれ海のフォアグラじゃなくてミルクだ。めちゃめちゃうまい。うまっ。カキフライ早く食べようこれ。よいしょ。いいね、完成。でかすぎるカキフライが普通のね4倍ぐらいあるんよ。カキフライ定食です。はい、それでは完成しました。いただきます。いや、ちょっともうこれはやばいですよ。多分このランチで出てきたら15000円ぐらいしそうな。やばいなこれ。これカキフライからいきたいんで、はい、カキフライからいっちゃいます。はい、そしたらこれでかすぎない？めちゃめちゃでかいんだけど、普通のカキフライの5倍ぐらいありそう。うん、あるかもしれない。いただきます。やばい、濃厚。めちゃめちゃ美味しい。よかった。うまっ。これはうますぎる。やばいっすよこれ。うまっ。ちょっと折原君も食べてみてよこれ。マジでうまいぞこれ。手で申し訳ないが、やばいこれ。めちゃめちゃうまくない？めちゃくちゃうまい。うまいよこれ。で今回これサザエの炊き込みご飯も用意してもらったんですよ。サザエ炊き込みご飯するの初めて来ましたもん。田舎だからかな。結構やるもんなんですか？結構メジャーで、醤油とだしとっても入れたらもう一緒に炊くだけだから簡単に。めっちゃサザエの出汁出てますね。食感も残ってて美味しいよ。そしたらですね、アワビの肝醤油、これもちょっといっちゃいます。締めたてじゃないと臭くなっちゃいます着物系は怖いよね。もんね。あー確かに怖いですね。だいぶ癖あるんですね。癖ある。フライで舌がバカになっちゃってあんま分かんないんですよ。この繊細な味が。アワビってこんな味あるんですね。鼻抜けが。うんですね。全然うまい。なんか夜光貝とかとやっぱ僕は比べちゃうんですけど、全然別物。上品すぎる。うまっ。ゴリゴリいってますもん。じゃあちょっとサザエもねいただきます。貝柱のところをわさびつけて。これが一番好きかもしれないです。ああ、柔らかいもん。柔らかいですね。めっちゃ美味しい。甘いですね。本当にゴリッゴリっす。はい、それではもう本当にごちそうさまでした。めちゃめちゃうまかったです。よかったです。カキ最高っすね。もうあれ半端ないです。で今回ですね、渡辺さんに撮影協力していただいたんですけども、今クラウドファンディングでこのカキとサザエとアワビを出されてるんですよね。だから皆さんも僕が食べてる岩牡蠣とかをですね買うことができるんですね。ということで、概要欄にそちらの URL を貼っておきますんで、気になる方はぜひぜひチェックしてみてください。これマジでうまいんで、もう僕もねおすすめしております。ということで最後までご視聴いただきありがとうございました。それでは。